牧岡弘明と申します。この7月で79になります。地元呉の警護屋というところで生まれました。昭和41年に府中高校へ勤めさせてもらいまして、その後広宮原とで、その後48で江田島の青年のへ出向生ということで3年間出向しました。でその後管理職に雇ってもらってですね、勉強させてもらいました。私は昭和18年生まれですので、よく戦中派と言われております。私は小学校上がる前にですね、やっぱり学大将を中心にいろいろな昔はねありましたよね。その時に今の鍋峠というのがあるんですが、そこに進駐軍ですね、だからオーストラリア兵とニュージーランドが呉のに進駐してるんですが、そこでですね、今思えば悔しいな思うんですが、英語を覚えてました。 Give me chocolate I am hungry。 そしたらあそこの宿舎があったんですよ、鍋峠のところにね。そのオーストラリア兵がニュージーランド兵のね、そこでガムを投げたりチョコレート投げたりするんですよ。おいチョコレートも何にこうやいうので、そういうことがねありました。だからその後ですね、忘れもしない小学校4年の時にですね、放課後教室に残ってたらものすごい爆発音がしましてですね、これ木造工事やってたんで天井のね砂がパラパラと落ちてきたりね、おなんかあったで言うんで、したら噂ですぐ広まりますのでね、鍋の8丁目の方で魚雷解体しようって、それが爆発したんじゃいけないやと、で見に行こうや言うんで行った記憶があります。それと巡洋艦オーバーっていうのが鍋沖へもう着底してですね、米軍が来るのをですねこう校舎で撃つんですが、それがもう着底しておりました。だから我々のちょっと先輩あたりはそこへ潜っていって鉄くずを拾うてですね、その対岸にはね鉄くず屋があるんですよそこへ売ってちょっと金を稼ぎよったいう子も先輩でおりましたね。だからそういう時代がありました。3点ほどあります。一つはですね、小学校4年の時の担任の先生がですね、これが非常に若くて行動力があってですね、生徒の心をつかむうまいし、我々も完全に指導てですね、素晴らしい先生だったんですよ。ああこういう先生になりたいっていうのが第一の先生になるっていうね、私の思いが最初です。ただもう一つはですね、中学校の時に私本が好きでしてね、文学少年だったんです、どっちかいうとね。でその時にですね「次郎物語」という本を読みましてね、ちょっと内容詳しいことも忘れてるんですが、その中にですね次郎の先生って朝倉先生という先生が非常に素晴らしい実践をされて、次郎とのね付き合い方がですね、で次郎も完全に尊敬するんですね。で私もものすごくその朝倉先生に憧れましてですね、ああいう先生になりたいというのでずっと思っておりました。それと私性格的に会社勤めてですね、上下関係があったりなんかこう気使わないけん、もちろん生徒に気を使わないけんし同僚に気を使わなきゃいけないんですが、どうも会社関係に向かんなという3つの理由でですね、おかげで先生になれましたというのが教師を目指したきっかけです。高校時代にね、私急性肝炎をやりましてね、1ヶ月入院したりして体が弱かったんですよ実は。だから医者からは運動禁止じゃいんで2年間2年3年と体育を見学したりですね、そういう事態があったら、で大学入って運動で禁止何か言うたら演劇部へ入部して4年間頑張りました。
やはり私が入ってすぐにアンネの日記、これが非常に思い出がやっぱりあって、アンネのね日記を読んだり、やっぱり事前にいろいろ勉強したりでね、ああそういう時代があっていうことで、これはまあ今日になってもね本が出てますのでね、時たま本これ読んでみやとかいうことはやりおりましたけどね。じゃあもうじゃあ大学の時代はまあそうやって、教育学部で行かれて、そのまま学校の先生になられて。であの頃ね生徒会私ずっと担当しておりましたのでね、宇宙高校は生活センターのね合宿所みたいなのがあったんですよ。そこでよう生徒と合宿したりしてね、まあ、生徒は生徒でカレー作ったりね、それから班作って討議させたりね、そういう流れがちょっとあったんですよ。なんとなくレクレーションやらしたりね、合宿したり、あるいは若い経営で生徒と生まれて、あの頃あんまり厳しくなかったですからね、海水浴担任が言ってくれるのじゃ先生行ってやとかね、で教さんに言ったら「いいんじゃないんか」言って、ああいう時代ですからね、地獄国ってどうすんだ今ね、きちっと計画を出して、あの頃はねみんな若い先生に生徒が頼みに来るんですよ。先生担任拒否された時絶対誰かついていかなきゃいけない時先生来てやとか言ってね、そういうことでね、当時はねやっぱりあまり平和とかなんか考えてませんでした。でそれでやっぱり広国で転勤して同じ科の茅原先生っていう4つ上の先生がおられるんですが、席が数学ですので隣に座ったんですね。隣だった席がね。そしたら彼はええ人が来たと言うんで、当時に初めて茅原先生が平和教育推進部っていうのをくれて作ったんですよね。で当時やっぱり組合活動が一番盛んになった時期ですので、いわゆる日教組の組合で公共組というんですが、広島はね、だからその中に入っての活動ですね。で私もそれを関わっていったんですが、でそこで茅原先生がまあ本当に活動家でしたので、私は法務の経営といいますかね、法務の活動にしに取り組んで、ある程度記録ずつしよったらね、あんた実践しおるのと、発表せえと言うんでね、3回連続ね、私は申し込んだ時なんだ発表せえ言うんで、全国大ね、全国教研って言いましたね、そこへ行かせてもらった。山形と埼玉と岡山ですかね、3回法務の経営についての発表をしたんですよ。でそうするとやっぱりああいうところにね、いろんな明治図書をはじめね、出版社がね各人探しおるみたいなですね。それに明治図書の編集者からね、先生3回の実践をまとめて本にせんかい話がありましてね、ですぐ断ったんですよ。いやそれ能力ないと。ほんでカエラさんに言ったら「何バカ読むか」と一生にで本を書けるめったにないと。で一緒にやったこともいっぱいあるんだから、私が半分書けお前書けってねでそういうのをずっとしょったら、若い先生らがやっぱり困るんですよ。そのホームルームをどうね、ロングホームルームをどうとしたらいいかには、なんか先生に言っちゃう「今日は自習じゃ勉強せえ」とかね、そういう時代もあったんで、どっちかいうとね。でそうじゃなくてこういうのができるのでいろいろ広めていったら、やはり生徒が動いて達成感があるんですよね。でそれがどんどん広がっていったっていうのもありますね。やっぱり生徒をどう動かすかっていうことですよね。だから平和教育にしても当時はやっぱり映画を見せたり講演を聞いたりして、そのまま感想文書いて終わりですよね。そうじゃなくて生徒に調べさせたりね、あるいはねクレディは海軍墓地もありますしね、いろんなところへ戦績の碑があるんですね。であるクラスなんか海軍墓地の2、3人ずつ割り当てて、全部碑とですね裏側の名前をね全部書かすんですよ。ただ何千人が前回までやったら2,000人ぐらいですかね、名前が全部あるわけですよ。それを全部ね書き取る
と実感を起きた、あ、これだけの人が死んだんだっていうね、そういう取り組みをしたクラスもありますね。それを文化祭で発表したりね。でそれがやっぱり次に移りますが、当時広高校の生徒会はものすごい素晴らしい生徒会、プレ塾で何かやろうやと。で生徒自身も受ける平和だけじゃね、何か講演聞いて感想書くだけじゃ物足りんような雰囲気があって、高校生平和の集い、それが年2回やるようになったんですよ。で初めやっぱり教師室みたいなかったんですが、その中でやっぱり高校生らしくまあね、フォークやロールありましたよね。そういう歌で始まり歌で終わるね、中にゲームを入れて仲間作りでしょうやっていう中で灯油を差しやるのをやったわけですね。やっぱりやるとね、生徒が燃えるっていうか、それは突っ張った生徒がね、やっぱりやってよかった、またやろうやいうことになって、だんだんと変えられて、次の年には実行委員長立候補しますになったりね、それでコロッと変わっていくっていうね。それを目の当たりに見ますとね、やっちゃらなきゃんの思うね、そういう機会を作らんにゃいけんの思うね、こっちがね。でそういう中でちょうど復帰が5月1972年のなんですかね、沖縄この前5月ですよね。そうですね。この前ちょうどでその5月のあと8月にね「牧陽さん沖縄行こうや」と。で平和教育のいろんな大会帰らせんで行かれよったんですよ。そこで沖縄の生徒との仲良くなってぜひ来いやいうことになったから行こうや言うんで復帰の土地に行ったんです2人で。で船の中で鹿児島から船で18時間かかりましたがね、本当は18時間暇でしょでカイラ先生のはやっぱりどういうかね、行動力があるんですね。本当は同部屋の人にね、わしら高校の先生に沖縄行って平和教育で行くんじゃが、連携で行くんじゃが、スライド作っての見ていただけませんか言ったら、じゃあやってみやいうことになってね全然知らないそうです。おお前ら頑張ったんだの話でね最後は拍手してくれましたけどね。これ沖縄の先生方とそういう交流してどういう、そうやっぱり全部基地を案内してもらったりですね、基地の見えるところとかね、嘉手納地区がね見える高台からそこへ案内してもらったり、あるいは屋上で沖縄ビールね飲みながらに、ね、爆音で会話ができんですね。嘉手納空港から爆撃が飛び立つわけですね。そういうのでそういう体験をしましたね。だけ勉強をさせてもらいました。そういうのでずっと二人三脚でやってきたんですよ。でカエラさんが広島へ転勤になって、あとは太田さんがね、でその人は沖縄司令官のね息子さんでっていうのねなって、また太田さんの下でそういう生徒をねどう動かすかいう担当して、対外的なことは全部太田さんとカエラさんがね、その人脈でいろいろなね体験者の講演をして講話をしてもらったりね。その先輩の先生についていくんが精一杯とね、でそれと太田さんが京都になり、カエラさんが広島に行き、で私が江田島線に、ね、行きましたのでね、それがやっぱりね後継者を育てなかったというかね、だから他の人から見ればあがなことできるかいうのもあったんじゃないか思うんですがね。あがないかね、あれだけカエラスもものすごいねスライド作りに金をかけたり、太田先生も非常にやられましたのでね、僕は見てもカエラ先生太田さんみたいなことできんぐらいの思ってたからね。あるいはまあだんだんとねそのいわゆるどう言ったらいいんですかね、自分の時間を潰してまでも
関わりたくないという人が増えてきたのは確かですね。それからだんだんと我々はね、どっちかというとノミニケーションで鍛えられた時代ですからね。おい来い一緒に飲もうでね、お前のクラスどうなっとんないとかやられるって言うんですよね。で僕もその当時若い人にあんたのクラスちょっとなんとかって今日もみよったけ一緒に飲んで飲もうや言ったら、だんだんと若い人が「いや5時から私の時間ですからいいです」とかね、やっぱりそういう流れにはなってきましたね。全て教育いうかね、生徒のためといういわゆる現代校みたいなのがありましたね。どっちかいうとね、僕も何人かの先生、若い先生にいろんな資料を渡したりはするんですが、読んでくれたかなどうかわからんし、あるいはクラスで何かあった場合に誘った場合に断られたこともありますしね。もう一つこっちがうまくやりゃよかったんでしょうがね。ああ時代も変わっていくな。それともう一つ組合運動が衰退していきましたのでね、いわゆる学校間のいろんな学校との同士のね付き合いというのがだんだんとなくなっていったことは事実ですね。それと今の話になると今はみんなパソコンでしょ。いつ行っても先生方おいおいもう一度生徒と付き合いやような雰囲気は時代が変わってますので一概に言えんのですけどね。だから我々がそれこそ若い人をそうやってやらなきゃいけんかったんだが、もう講師になるとそこまでできんね。ただこの本でみさえとかね、いうことはね今の若い先生にはね。だけど清水でも宮原でもね、先生方に読んでもらいたい本ね宮原では京都山の後ろ側にね20冊ぐらいね。あ、そうなんですか。それから清水も職員室の入り口のところで本棚にね30冊ぐらいね、すごい。そういうことをやるんですよね今ね。例はやっぱり離れてますので、向こうはもう原爆ね落ちたその広島市ですからね。そうすると長崎とのつながりもそこで出てくるしということで、呉地区としてはこじんまりと呉地区の中でねやってた。呉はあれでも7月1日は呉空襲の日ですからね、市役所がサイレン鳴らしますので、朝の小トームでね話をちょっと 1,2 分して黙祷いうことをで呉地区の学校は広島県呉地区やっとるんじゃないですかね。それずっと伝統として生きてると思いますね。いやさっきお話が出てきたみんなで作った青い空の本の中に、広島の平和教育は呉が作ったっていう一文があって、どういうことかなって私すごい思ってたんです。作ったんじゃなくてやっぱりそういう下地はあったんですよ。広小なりあるいは女学院なりでね熱心な先生がおられたんですよ。で多少横のつながりもあったみたいなんですが、それが実際に集めてやったのは呉地区だったんですね。そしたらお互い知り合うとりますので来てみんさいや言って、それで交流になって、でカエラさんとか太田さんが全国のね発表しに行った時に東京でもできいろんなところでできていったという、やっぱり地区で熱心な先生がおられるわけですね、地域でね。だからこのような組織的な運動はというかそういうのできんにしても、それぞれの先生方がね体験したことなり勉強してきたことをね、そういうホームルームであるいは今日からの最初の導入にね、今日は何か知っとるかとか始めてね、じゃあこの本でも読んでみとかね、やっぱそれでいいんじゃないかなと思うんですよね。特に先生が働かれたのがその呉の広だし宮原だしということで、やっぱり戦前からの海軍の町で、戦後はまた海上自衛隊があってというところでさまざまにそういう関係のご家族とか子供もいて、そういう中でやることというのはなんかいろんな意見とかありました？いや私自身は特にそれは意識してなかったですね。
ただまあ親が自衛官だったりした場合ね、子供として悩む生徒もおりましたけどね、それはもう同性こう性いうお話じゃないですからね、まあその悩みがあれば聞くだけね、聞く作業はせんねえけんなという私は思ってますけどね。中には厳しい先生もおられましてね、いやボーダー受験やめ、お前人を殺しに行くんかいう先生もおられましたよ実はね。あれが極端ですけどね。先生ご自身が批判されることもあったのはあったですね、それはね。いやそれはもうどう言ったらいいんですかね、日教そのものがその一つの、ね、政治闘争みたいな形で当時広められましたのでね、普通の保護者は日教相当なっとんないいう話はあったと思いますね。で私も当時はいろんな署名をせんないけんの時もありましたよね。そしたらおふくろに頼んで「ちょっとしてや」言ってね、ちょっとおふくろちょっと顔が広かったですからね、言ったら怒られたよ言ってからね「あんたの息子日教組で赤の運動しょんか」言ってね「金署名できるか」言われて突き返されたとかね、そういうこともありましたけどね。ただそういう確かに政治運動みたいなね流れもありましたが、そうは言ってもそういう組織力であるおかげで平和教育推進部とかね、生活指導推進部っていうのをね作ってタイアップして高校生の平和の集いを実施できた面もありますね、それはね。なんか事前にいただいた資料の中にクレっていうのが公害の問題が激しくなって、そうですね、やっぱり当時はみんなどう言ったんですか、下水道が完備されてないですからみんな垂れ流しでしたからね。特にパルプ工場が広にありましたのでね。でやっぱり広大川でハゼを釣ると奇形のハゼが釣れるというのでね、中学校の先生だと一緒になってハゼ釣り大会みたいなのをやってね、やっぱりみんなで、ね、子供らに参加させて確かに何匹か奇形のが釣るっていうのでね。そういう平和教育っていうものとそういう公害を考えるっていうものがやっぱりどっかでつながってたり。そうですね、やっぱりつながってますよね。やっぱり同じ学校でいろんな話題する中で平和教育もやっぱり公害教育もやっぱりつながっとるよという話になりますよね。その幸せな生活するためにはね、平和でなきゃいけんし公害もいけんしというので、やっぱりそこは平和な生活を送るためには全部つながっとんだという意識はあったような気がしますね。学ぶ機会を作ってやるっていうかね、きっかけはやっぱりどう出すかいうことですね。で私の場合は生徒会活動であり、かつ高校生平和の集いが組織できて、そういう学ぶ機会を一緒に作り上げていったっていうことがありますよね。でそれが一つだと思います。一番生徒変えたりあるいはね考えさすな。ただそこまではなかなかできんかったらやっぱり戦績巡りっていうかですね、そういう体験身近にあるわけですよね。それからやっぱりこの子らには本を読ますといいますかね、読書活動ですね、その成長段階に合わせたやっぱり平和関係の本ですね。ああいう全集の中へそのね、ぜひ高校生中学生に読ませたらねいいようなのがあるじゃないですか。ああいう読書のをもう組織的にね、今朝読というのはね全国でやられますが、それプラスね、そういう戦争体験の文学とか小説とかね、そういう感動するような内容をやっぱりその生徒自身にね探して読めってなかなかですからね。だから私は現場の時には学級文庫いうのをね、一時は3万円かけて新潮文庫を100冊高校生で本箱をやって7、8人ぐらい読んでくれるようになりましたね、40人のクラスでね。それだけでもいいんですよ。そういうとかね、それから今スマホでも動画を撮れるし、そういう番組作りをねやらすといいんじゃないかなと。だからそういう共同作業をさすような場を作っていくっ
だから一方的にこっちがね、こういうことがあったんでじゃなくてね、もちろんそれも必要ですよ。それは体験者の話、だんだんおらなくなりますので、いなくなりますので、なかなかそれ継続できませんけどね。だからそういう取り組みをする中で生徒にどう動かすかっていうのでやる必要があるんじゃないかなっていうのが思いますね。